傷んでねえか。おはようございます。 SBFJ 利根川です。今歩いているのは福島県檜枝岐村と新潟県魚沼市にまたがる奥只見湖、正式名は銀山湖。めっちゃ泳いでる。水の増水によって魚が産卵モードになり、浮いているゴミに向かってはたいてます。ただ浮いているゴミといっても今まで利根川が見てきたゴミとはわけが違います。先月銀山湖がここまで増水していない時に来ていて、その時見たまるで恐竜の骨のような朽ちた木も流されていました。携帯も圏外になるような場所なので、大自然、恐ろしいほどの大自然です。日常から完全に切り離されたような場所です。とりあえずジャングルの奥地のような場所で釣り台を準備していきましょう。今回は場所が場所なので、あぐらで座るタイプではなく、長靴を履きまたいで座るタイプの釣り台を使っていきます。ひとまず組み立てた銀閣を設置しましたが、まだゴミが流れてくるので、のんびりと他の準備を進めます。ペットトンボちゃん、ゆちゆち。あ、飛んでったゴミは必ず持ち帰りましょう。ぐる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 てんぐるぐる。給水。トンボちゃんのアクセサリー。さて銀山湖の1投目、よろしくお願いします。今日は大型狙いなので、道糸3号、ハリス 1.5 号の太仕掛け、竿は15尺の月光強し、水深は約2メートルから 2.5 メートルといったところでしょうか。流れがあったのでおもりべたのドボンでスタートしましたが、左で竿を出している地元のおっちゃんが、これくらいならバランスでも大丈夫そうだねということで、私もバランスに変更しました。こんな感じでゴミが流れてくるので、時々竿を上げて回避。今日は朝から丸一日雨の予報でしたが、雨が全く降っていないのは不幸中の幸い。ただ2時間弱釣りをしていて、うぐい早の気配しか感じられなかったので休憩。早めのお昼ご飯を食べましょう。利根川といえばやっぱりお米。米がないと生きていけません。砂糖のご飯に煮卵とホルモンの缶詰を乗せていただきます。そうそう、この砂糖のご飯ってお湯でできるのを知ってました？私は知らなかったんですけど、時間はかかるものの車中泊の環境では非常に助かります。今回は一緒に行った地元のおっちゃんが発電機とレンジを持っていたので、まあ一瞬でしたけどね。グツグツさせること15分で完成。ボッコボコ。先月銀山湖で釣りをした時、腐ったごっつい木をテーブルにしながら大自然の中でいただいておりました。昨日は夜23時頃に出発して、高速で1時間半走り、那須塩原から地獄の下道峠道、3時間ノンストップで累計4時間半走り、早朝軽く寝ただけで寝不足ですからお昼寝。15時頃戻ると見事に雨でした。いつの間にか浮き込みは全て流されていて、水位も若干上昇。雨、増水、
釣れる要素が重なっているので釣れてくれ。この釣り台はまたぐタイプなのでパラソルの固定方法に困ります。利根川現在本気のダイエット中なので小回りが利くようになったら使いましょう。入ると本当に天国なんですよね。これは再開して10分くらいの頃、いい当たりでした。いやー、凄まじく雨が降ってきちゃいました。これ土砂降りと言っても過言じゃないと思います。グルテンはなんとか濡れないような範囲に置いてやってますが、カメラも防水ですからね。これでもそろそろ電池切れるので、これ充電しないとかな。マジいな、やばい。これですからね、道具もシートで隠してますけど、いやー、泥汚れとか帰ったらこれ掃除しないとやばそうだな。大荒れの中も釣りたい一心で頑張っているアピールではなく、動くとびしょ濡れになってしまうので動かずに釣りをするのが結果的に一番被害が少ない、そういう合理的な理由です。それからしばらくして雨が止んだタイミングで餌をマッシュに変更します。あそこにヘラ玉がある。ピントが合わない。ヘラ玉があるけど、こっち今単独が泳いでたな。単独ペアがいた。あそこ見えるかな。ちょろちょろいるんだな。左でやってる地元のおっちゃんに教えてもらった配合、車からマッシュ、ペレカル、ヘラグルテン LL を持ってきて、作ったついでに浮きも変えます。太さ 2.5mm のパイプトップを使っていましたが、こっちの太さ 2mm のパイプトップに変更します。ボディの長さは 10cm。 釣りを再開してすぐは雨も全然降っていませんでしたが、そこからちょっと上の水深を狙ったマッシュの釣りなので、テンポよく餌を投入して10分くらいが経った頃、みるみるうちに土砂降りになってきました。天気予報ではしとしと弱い雨が降り続く予報でしたが、強くなったり弱くなったり波がすごい。そんな中、久しぶりの人です。よいしょ。雨が土砂降りの中、うぐいさんが食ってました。上顎にがっちり捕食してます。雨が止んだ隙にグルテンの餌でも作って備えようと思っていたら、おお、これ朝とか昼に歩いていた時、それほど滑るようには感じませんでしたが、雨で滑りやすくなっていたようで無様に散りました。油断大敵です。夕方はブヨの攻撃性がかなり高まってくる可能性があるので、虫除けと蚊取り線香が欠かせません。そういうこともあって利根川は長袖を着ています。正直暑いので脱ぎたい。半袖がいいです。早いですわな。18時17分、上顎にがっちり。ありがとう。18時41分、雨がザーザー降りです。もう夕間詰めも終盤に差し掛かっています。6月に来た時はこの時間帯になると少しウグイの猛攻撃が収まっていたんですが、今日はずっと続いてます。完全に続いてます。
大雨の中、うぐいさん大連チャンです。じゃんじゃん。ごめん。あ、いった。よかった。さっき土砂降りだよって言って、またさらに強くなった気がします。やばいでしょ、これ。ボタボタ。水溜まってるし。ここに持ってきても、なんとか雨をしのいでる状況です。浮きカメラも水でびっしゃりだ。左中央、見えるか見えないかのギリギリで浮きがスパッと多いっすね。消えたので、合わせると多いっすね。なんか大群が来ちゃったみたいな。19時7分、やっぱりうぐいさん。もう真っ暗なので見えないんですが、土砂降りすぎて、この音で伝わると思います。土砂降りすぎて、ここから出たくないよ。片付けたくないよ。晩ご飯は豚麺ビッグ、ガーリックペッパーの焼き鳥を入れて、お肉も補充。晩ご飯です。お肉入りの豚麺いただきます。アテンと体拭きタオルで拭いていきます。お風呂はありません。だから本日帽子なのです。今回失敗したことがありまして、同じ柄のジーンズできちゃったんですよ。いつも同じ柄にならないよう気をつけているんですが、今回に限ってやっちゃったんです。同じ柄、こっちが古い方でこっちが新しい方、全く同じサイズを買ったんですよね。これが4週間分家でずっと見ていた貯水量です。こういうのを確認しながらやってました。シートまっすぐにはなりませんが、車の中で寝ます。それでは皆様おやすみなさい。3日目に移動。現在の時刻は6時半。予想以上に熟睡してしまいました。本来朝まずめは勝負をかけたいところですが、ゴミの下に魚がついていて、そのゴミが水面を埋め尽くす。どちらにせよ釣りにならないので大丈夫です。昨日足元に転がっていた流木、水が20センチほど増水して浮き始めたので、おっちゃんが身軽にパパッと止めてくれました。ノズリのコアな部分のあれこれを直接教えていただいているので勉強になります。おかげさまで手持ちの道具も充実してきたので、道具の紹介動画でもそのうち撮りましょうかね。今釣りを始めようと思ったら、浮き用のレンズが曇ってしまってますね。結露しちゃってます。昨日雨の中後ろの蓋を開けてたので防水状態じゃなかったのが、これは乾くのかな、どうなのかな。ちょっとこの状態だと撮れないので GoPro だけでやってます。では本日の1投目よろしくお願いします。竿は13尺。このラインの水深は2メートル程度ですが、今日はマッシュの中です。ひたすら中でマッシュを投入します。30分ほどするとカメラに変化がありました。今カメラを上下させて動かしてましたが、こうしたりでだいぶ小さくなったので、これはもしかしたら撮れるようになるかも。なんとか水抜けてるかもしれません。もうちょっと太陽に当てます。やったー、レンズの曇りが取れた。もうダメかと思ったのに取れた。よかったー。寒暖差と水が入るとこれが怖いんですよ。なんとかビデオカメラでここから浮きカメラ使っていきますと見せかけて朝ごはん。砂糖のご飯に焼き鳥缶とイワシ缶を乗せていただきます。釣りを切り上げたのは魚っ気が全くないんですよ。ちょっと離れた別のポイントにはあったようですが、どちらにせよお昼過ぎから回遊を始めるはずなので、カツ屋のカツをおやつにもぐもぐ。トイレは尾瀬口の船着き場。そのすぐ近くにチップ投入性のバイオトイレがあります。ちゃんと洋式なのでありがたい。埼玉にある会社リズムが作っている USB ファンで涼みつつ、お昼寝でもしちゃいましょう。寝て起きて釣り台に戻ると水位が10センチ以上上がっていました。
実際は寝ているよりもおっちゃんたちと雑談している方が長かったんですが、それはいいとして、釣りを再開してひたすら餌を投入しますが、反応がなかったので動画はバッサリカット。今日の夜に帰るので、もうダメか、釣れないのか。そろそろカメラに浮きも映らなくなるな。いや、もう映っていないかもしれない。午後7時22分、おっちゃん2人に見守られている中、浮きが動きます。来たんでねえか。ずいぶんちっちゃいですね。ありますあります。あれ、船ではあります。船でしかないですね、多分。うん。何発か残ってます。スレかと思いましたが、口の中の皮、薄皮だけでかかっている感じでした。綺麗にかかってたらよかったんですけど、食ってた。プロポーションはよろしくないですが、ちょっと痩せこけたヘラ。よいしょ。とりあえずありがとう。サイズもちっちゃいけど。これは先月来た時、世話になっているおっちゃんが釣っている映像です。50紙を求めてきていましたが、残念ながら小ぶりなサイズ。この時私はというと、マブナが1匹のみ。しかも暗くて浮きと竿を曲げているところが、明るさ調整しても真っ暗な映像で映っていませんでした。残念。本当に今回思ったことは、携帯電話、スマートフォンに依存しているんだなということです。ふとした瞬間に、例えばそうですね、身近な例だと天気予報でしょうか。土砂降りの中、片付けられないシーンがこの動画の中にもありましたが、そんな時、天気予報や雨雲レーダーが見られれば、止むなら待つし、止まないなら強行突破するという判断ができます。もちろん到着する前に天気予報は見てきましたが、大外れでしたからね。最新の情報は県外だと分かりません。災害時にも携帯がつながらなくなったり、つながりにくくなることはあるので、今一度防犯について考えてみようと思います。ちょっとでも共感してくれたら、評価ボタンを押していってくれると嬉しいです。2024年、残念ながら大型のヘラブナには出会えませんでしたが、来年以降また狙ってみようと思います。そうそう、遊漁券は釣りチケで魚沼漁協 H 遊漁券1050円がネットで買えますから、行く方はいないと思いますが、合わせてどうぞ。今回は釣りをしているシーンが少ないにもかかわらず、最後までご視聴いただいたそこのあなた、もう大好きです。本当にいつもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。